これからあの島に上陸します。大黒島です。今から200年ほど前に、イギリスの船が、この室蘭港をやってまいりまして、その時ですね、航海士の方が亡くなって、あの大黒島に眠っているそうですね。というような深い歴史があるところです。これで港を出たところです。結構大黒島灯台、明治24年に初頭、大正15年に建物完成、昭和49年に消灯、そしてその4年後に無敵も廃止。有島武雄の小説に述べられた灯台は廃墟となり、現在立ち入り禁止。近年では平成24年公開、妖怪人間ベムのロケが行われた。すごい海鳥の数だ。すごい。いやー、なかなか。これは貴重な経験ですね。こうなってたのか。これはですね、白い砂じゃなくて貝殻がこうなったものなんですね。おお、ちみたい。ロータリークラブがこのように整備したんだな。これ関係者以外立ち入り禁止になってます。いや。やっとこれはすごいな、雰囲気。ハンス・オルセンさんの1796年に亡くなったっていう日ですね。これは本物じゃなくて、ロータリークラブが1955年に建立したもののようですけれども、なかなかいい雰囲気ですね。なんか木が一本回って。いやー、ここは、いや、鳥の楽園っていうかですね。窓は一応ね、ないかなと思いますね。ベラがなんか立てたとこのような気がしますね。はあ。こりゃすごい。この木が、なんつったらいいんですか、生命の木みたいな。いやこっちはね、行けないみたいですね。もう完全に崩れちゃってる。どうかも。これはなんだ、発電、なんですかね、ボイラーかなんかの部屋なのかな。階段が朽ちてますね。常駐だったのかな。なんかバッテリーが何気に置いてありますけども。みたいなのもあって、
トイレはですね、和式でしたね。結構狭いスペースで、これはちょっと現代的な観点でいくと厳しいですね。お風呂ですかね。多分居住エリアだと思うんですよね。寝泊まりするような。やたらなんかバッテリーがあるなって感じがしますね。まあ電気ってのはなんか切ってないのかな、自家発電だと思うんで、なのかな。おー、なんかこのコーラあたりがいい感じですね。これベッドでしょう。二人ぐらい寝泊まりしてたのかな。お茶碗とかもあって。一体いつの醤油かなって感じのものがあるな。はあ。基本的にはなんかぐるっと回れるみたいなんですけどね。これは、こっからも行けるんですかね。結構これが助かりますね。これもちょっとよいしょ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 。結構しなってでもなかなかいい感じですね。こんな景色がかつてここで上に行ってみようか。ここはなんとか行ける。よいしょよいしょ。ここが一番上だ。ここはダメよと。なるほど。いや方角を示すのがついてて、なかなかレトロだなこれ水たまりになってますね。ちょっともう、植物が、いやこの階段をですね、降りてきて、ちょっとこっち側の2階かな ?2 階エリアに来てみました。なんかもう、見事に卵とかがあって、もうここは人間住むところじゃなくて、鳥がの住みかになってますね。この中が苔具合が、ある意味綺麗な感じがします。要所要所割と、なんつったらいいんですかね、ステンとかリノベーションしたような跡があって、多分昭和の時代の、補修なんじゃないかなと思いますね。昭和、ほら、上の部分とかね。2階のエリアの二的な部分の、多分制御室だと思うんですけどね。こういう機器なんですね。滑車みたいなのがあって、なんだろうな。何か物を保管するのか、それとも制御に直接変わる機器なのか。東大日光昭和21年って書いてありますね。
いやー、ぐるっとね、回っていましたね。ずっとあの子、立ったまだ。降りてきます。なかなかね、この階段がなかったらもう上の方全然見学できないですよね。いやー、素晴らしい。天圧ハイテンマウンテンなんですけど、超レトロな感じですね。裸電球になっちゃってる。こっちは何ですかね。ボイラーみたいなものなんだろうか、部屋なんだろうか。なんかちょっと怖い感じですね、触って。これはあれですね。コンクリかなんかの、鍾乳洞みたいな感じになってて、こんななってるんですね。ここがすげえな。木がもともとあったのは木なのかな。中庭っていうかパティオみたいになってるんですよね。すごい迫力っていうか、見事に成長してるっていうか、広がり方ですね。これが主役になりつつあるような気がします。これは燃料貯蔵室だと思いますね。軽灯油って書いてある。もう帰らなきゃなんないってなったので。名残惜しいが。小し方を振り返ると、大黒島の灯台の明かりだけが聖者の涅槃のような光景の中に小賢しくも消えたり光ったりしている。室蘭はもう見えない。